今回日本人が一番気になるであろう台湾という言葉で表現すると、トランプ大統領は台湾を習近平に売り飛ばしました。何が言いたいかというと、なんで日本のメディアはそれを報じひんねん。でイラン情勢についても話をしました。クソ弱者です。頭が悪い。バレてしもてる。いや、イラン情勢についても話したんです。台湾についてやばい話聞いてるぐらいやんけ。今回の米中首脳会談に関しては本当に日本のオールドメディアを批判せざるを得ません。で、しかしながらそれはね、取材が足りないではなくてね、セクショナリズムですよ。要はね、米中首脳会談を追っかけてる人と高市早苗を追っかけてる人は違うから、ここの意思疎通ができてないから、要は官邸記者クラブは官邸記者クラブが知ってることしか書かないわけですよ。で、国際部は国際部が知ってることしか書かないわけ。高市早苗の昨日の記者会見というのは、自分で言うてたけれども、トランプ大統領が北京での仕事を終わって太平洋を渡って、帰りの時のエアフォースワンから電話かけてくるんですよ。で、ちなみになんですけど、これ日本の外務省も把握してるかどうか知らんのですが、もう俺も読みもせんようにしてるんですけど、トランプ大統領のメールマガジンっていうのがあるんですよ。で、トランプ大統領のメールマガジンに登録しようと1日4通メール届くんです。で、全部金くれなんです。みんな読んでるから結構重要なんですけどね。これトランプ大統領のメールマガジンです。これみんなこれトランプのメールなんですけど、エアフォースワンから送ってますっていう。メルマガの決まり文句です。今これをエアフォースワンから送ってますっていうのは決まり文句なんですよ。何も新しい話なんかないんですよ。まあ、たまにあんねんけど、だからこそ俺は毎日読んでんねんけど、1日4つも来るけど、エアフォースワンから書いてるっていうのがよくほんまに来るんですよ。でもエアフォースワンで検索するだけでこんだけ引っかかんねん。セントフロムエアフォースワンってほら。もうメールのタイトルが、メールアドレスがセントフロムエアフォースワンですよ。Right after I boarded Air Force One, I knew I had get in contact with you. エアフォースワンに登場した後にあなたにメールを書かなければいけないと思いました。なんかロマンス詐欺みたいですけどね。なんかね。だからそのエアフォースワンから連絡来ましたって昨日高市早苗言うてたけど、それと同じように扱われてるの。俺今エアフォースワンやねんけどさ、言うて電話来てんねん実際。で、このメルマガと一緒なんですよ、文法は。で、だからエアフォースワンから連絡来た言うて、ほいで、そこで協議をして、日米同盟は不変であるということを確認しました、みたいなことを言うてるわけです。それは、官邸の記者クラブが、高市早苗を追いかけてるから、高市早苗がそない言うたと書くわいさ。俺はそれを書くな言うてんちゃうねん。書いたらええねん。で、国際部は国際部で北京に飛んで、米中首脳会談がどういう状態やったかっていうことを書くわいさ。それは書いたらええねん。せやけど、ほんまに必要なのは、これを合わせたらどういうことなのかということですよ。要はトランプと習近平の会談がありました。そこではこんなことが確認されました。それについて、帰りの飛行機の中でトランプはこんなこと言うてます。一方、高市早苗はその帰りの飛行機のトランプと話をして、こんなこと言われて、こんなことを協議した言うてます。ということは、こことここがちょっとちゃうんちゃうの？こことここは話ずれとんちゃうの？こことここは話ずれてへんよね？ということを整理して伝えるのが本来は報道のはずです。だけど日本は、高市さんこんなん言うてました言うて高市さんのこと書いてる人が書いて、トランプさんこんなん言うてますの縦割りで終わってんのよ。これほんまが必要なのは、クロス集計が必要なはずです。今日の僕のこの動画は、そのクロス集計をせんならんから、どういうことを言うとかということです。基本的に、今回、日本人が一番気になるであろう台湾という言葉で表現すると、トランプ大統領は台湾を習近平に売り飛ばしました。明確に売り飛ばしました。どういうことかというと、日本の報道を見ていると、トランプは
台湾に対する武器供与についてするかせえへんかまだ決めてないという発言をしたって言うてるかもわからないけども、台湾に対する武器供与をするかせえへんか決めてないということを、なんで中華人民共和国の国家主席と話するときに話しとんねん。台湾に武器供与するかせえへんが、日本の報道だけ見ていると、トランプ大統領は台湾に武器を売るか売らないかを曖昧にした。売るとも言うてへんし、売らへんとも言うてへんって。だから曖昧戦略や、みたいなことになるかもわからないけど、なんでそんなもん、北京に行くエアフォースワンの中でそんなこと言うとんねん。全く関係のないところでね、マーララーゴとかで、フロリダのマーララーゴとかで、台湾に対する武器供与を考えてんねんけど、まだデタミネーションできてないって。デタミネーションできてないって言うんだら、それは保留や、言うてるだええよ。これ、どういうことやねん。ここで AP の記事を見ましょう。日本の記事だけ見てたらわからないです。トランプ waits Taiwan arms package after summit aimed at stealing US China ties ってこれエアフォースワンの帰りで言うとんやけど、何か言うたら習近平と台湾に対する武器供与について協議した言うとんねん。決めてへんねんで、実際決めてへん言うとうからトランプはまだ決めてへんねんけど、悩んでんねんって相談を習近平としとんねん。エアフォースワンでの中での囲みの記者会見では、明確に習近平と台湾に対するアメリカの武器供与について協議したって言うとんねん。台湾に武器を売るにせよ、売らんにせよ、どちらに下がって習近平と相談しとんねん。で、それは、売るとか売らへんとかって話じゃないんですよ。実を言うと。原文を見たかったんで、原文探してきて見つけてきたんですけど、レーガン大統領が引いたね、レーガン大統領、アメリカの右翼の星、レーガン大統領が引いた線があるんです。6つの約束っていう。台湾にアメリカ合衆国が台湾に対してやる6つの約束っていうアメリカの原理原則があるのよ。レーガン大統領が中国と協議するときに、中華人民共和国の顔も立てつつ、極東の安全のために台湾の顔も立てつつって決めた対中国向けと対台湾向けの両方のパッケージがあるの。で、それの原文がこちらです。台湾 Arms Sales and Six Assurance。で、この6つの約束の中に、アメリカが台湾に武器売るか売らへんかはアメリカが決めることやから、誰とも相談せえへんでって言うてんねん。ましてや中国となんか相談せえへんよ言うてんねん。明確にレーガン大統領は中国と会談して台湾には申し訳ないけども中華人民共和国の方が重要だから今から俺は中華人民共和国と交渉するよと。で、当時のレーガン大統領からすると1982年です。ソビエト連邦を倒すためには中国をアメリカ側に置いとかなあかんかったわけですよ。ライバルはソビエト連邦ですから。で、ソ連と中国揉めてましたから、中華人民共和国はニクソンが引いた線路通りね、ソ連を孤立化させるためには中華人民共和国を抱き込まなあかんわけ。要は、ソ連対中国アメリカの絵を描かないと、ソ連は倒せないと。だから、中華人民共和国と仲良くしようということで、中華人民共和国には 8.17 コミュニケって言うて、極めて重要な戦略パートナーだみたいな中華人民共和国に飴を食べさせるんよ。それと台湾が不安があるから台湾に対して6つの約束っていうのを 8.16 コミュニケのツイートしてやるのよ。その6つの約束の中はすごく重要なこと言ってて、まず一つは、台湾に対する武器供与、武器売却に関してはお尻がないと。要は永遠に売り続けるって約束をします。売るにわたっては北京とは絶対相談しませんと。こんなもんワシントンが勝手に決めますと。で、もし中華人民共和国と台湾の間で武力紛争が行われたとしても、うちは調停役をしませんって。調停役をしないって言い方がすごくて、調停役をしないってことはどういうことやねん。どっちかの味方につく言うてるわけや。調停役をしないという約束の前に、台湾には永遠に武器を売り続けるし、売るにあたっては北京とは相談せえへんし、もし台北と北京が揉めたら、どっちにも調停役はしないって言ってるってことは、武器売る、調停役しないってことは、台湾の味方するって言うてん。で、その代わり、米中基本条約で、
認めた中華人民共和国の主権という問題は、共同宣言通り認めときます。だから主権の問題には立ち入りません。で、その主権の問題に対して、これ以上中国側が台湾のことをアメリカに態度を表明しろと言われても、その間に関しては、条約を結んだ時の通りですの答え以外出しませんっていうのが6つの約束やったんですよ。それがレーガンがやった6つの約束で、その後、民主党の大統領に代わってもアメリカの台湾政策っていうか、対中政策は、この6つの約束と 8.17 コミュニケのが基本やったの。この40年間。で、それはドキュメントとしても残ってるんだよ。さっきお見せしたように。で、これ、ドメじゃない会社で仕事してる人だというと、レーガン大統領は何を言ってたかっていうと、さっき CNN のコメンテーターがうまいこと言ってたんですが、レーガン大統領以降のアメリカはずっと台湾と中国が武力衝突したらどうすんねんって言った時の答えは、I might come なんです。I might come。行くかもねって言って。トランプ大統領はこの6つの約束の戦略をあっさり捨てて、習近平と、ちょっと台湾にそろそろ武器売らなあかんねんけど、どない思うって習近平に聞いたら、習近平は、まあな、ようにしたらええんちゃうか。しか言わんかったってことですよ。いや、そういうことなんですよ。トランプがやったことってのは、自分がエアフォースワンの中で認めたんやから。習近平と台湾に対する武器供与について長時間協議した言うて。金ちゃんさ、今までの付き合いもあるしな、台湾にそろそろ武器売らなあかんねんて。だけど、売ったらお前機嫌悪なるやろ。せやから悩んでんねんわ、俺。どうしてええかな。言うたら、習近平大人な態度で。まあまあ、売るもお前も、売るも売らんもお前が決めたらええんちゃうか。俺は知らんしな。知らんしな。俺は知らんで。聞いとくだけ聞いといたるわ。一番協議したらあかん相手でしょうがよ。一番協議したらあかん相手に協議して好きにせえ言われてんねん。で、かつね、アホやから、うっかりレーガン大統領の6つの約束を忘れて40年ぶりにアメリカの対中政策の大転換をやったというんであればね、うっかりやってしまったと。アホやから知らんと6つの約束を破ってしもたんやったらええけど、エアフォースワンの中で記者からこれ1982年のレーガン大統領のシックスプロミススを破ることになりませんか1982年なんか大昔やって言うてしもた。分かってやってる言うてんねん。ってことは、レーガン大統領時代のこの6つの約束を意図的に保護にした言うてんねん。1982年は大昔や。よしレーガンパイセンが結んできた6つの約束全部なしにしよう。金ちゃんこれまでは武器売るときに前に相談せえへん言ってたけど、これからは相談するっていう相談しに行ってんの。で、さらに言うと、出国前のインタビューでこんなこと言うとるんですよ。フォックスで。これはまあ、日本で流れたかどうか知りませんが、フォックスでこんなこと言うとるんです。Trump wants Taiwan not to expect a black check from US military after insane Sea Summit。これ中国やね。これ出国前じゃないね。まあ出国前やな。出国前ですね。出国前。帰る前に北京でフォックスのインタビューに答えて、どういうことかっていうと、ブランクチェックっていうことは白紙人情、絶対的な保証があると思うな、言うと。台湾に。書いてあるよ、ほら。トランプ wants Taiwan not to expect ブランクチェックって。ブランクチェックってどういうことかって言うたら、文字通りに訳すと、白紙の小切手って意味です。白紙の小切手があると思うなよ、言うて。台湾の人ら白紙の小切手あると思ってるかもわからんけど、白紙の小切手なんかおへんどっせ言うてはるんです。台湾じゃん、これまでケツ持ってもらえると思ったかもわからんけど、別にケツ持つなんて白紙の小切手渡したつもりはおへんどっせ。明確に台湾は売り飛ばしてるんです。明確に今回トランプは台湾を売り飛ばした。で俺日本人やからすぐダジャレ言いたがるんで、俺さっきトランプのことで
ツイッターにこう書きました。配信が始まる前ですけど、こう書きました。Trump sold Taiwan out to sell him out。習近平に売り込むためにトランプ売り渡しと、台湾売り渡しとん。習近平に自分を売り込むために台湾売り飛ばしとんねん。で、なんでこれが習近平に気に入られなきゃいけないかっていうのは事情があるんですよ。CBS の記事です。Lawmakers press Trump for military support for Taiwan after Sea Summit って習近平との会談の後で、アメリカの国会議員たちが、民主党も共和党も両方合わせてちゃんと台湾サポートしたれよ言うて追い込みかけてるんです。主にこれ民主党がやってるんです。民主党がお前台湾にちゃんと金渡したれよ言うて、民主党がね基本的に、共和党の一部も乗っかってるんですけど、民主党は基本的に昔からそうなんですけど、アメリカのリベラルって中国好きですから、中国っていうか中華文化圏が好きですから、だからチベット問題とかやりたがるでしょ、アメリカの文化人。日本人の勘違いなんですけど、アメリカのリベラルというのは台湾頑張れなんです。だから民主党が基本になって、ちゃんとお前そんなこと言うてるけど台湾に武器供与したれよって圧力かけてんのよ、ホワイトハウスに。で今回の11月、あと半年したら中間選挙でしょ。で中間選挙トランプの支持率がもう 30% 下回りつつあるので、共和党が負けるの必死やから分かってるから、トランプ必死なんですよ今。でトランプは民主党の言うことなんか聞いてられるかい言うてるの、国内政治的には。でせやけどもトランプが急にね、マガの連中は中国人留学生追い出せ言うてんのよ。で中国系の移民も追い出せ言うてんのよ。トランプはそんなこと言うてたんやけど、急に米中首脳会談の前にフォックスの出国前、アメリカ出国前のフォックスのインタビューに答えて、中国人留学生50万人おんのに追い返したらお前アメリカの私立大学全部潰れてまうわ、追い出せるかボケ、中国人労働者おらへんようになってしもたらアメリカの農業潰れてしまうわ、追い出せるかボケって急に言い出したんや。で行ったら行ったで今度は民主党の逆を言うて、台湾になんか武器売れるかどうか習近平と相談するわ言うて、要は習近平のゴマ吸ってんのよ。なんでゴマ吸らなあかんか言うたら、自分の選挙の時にロシアと中国のネットの情報工作でマガに火ついたの知ってるから、習近平に次の大統領選挙と中間選挙で習近平に応援してもらわなあかんから。次の中間選挙でもこの間の大統領選挙みたいに中国とロシアの情報機関がアメリカの極右を応援してくれるということをやってくれないと、すなわち俺を応援してくれるということをやってくれないと、あの時はありがた迷惑やったけど今回は頼んますわって言いに行ってんねんこれ。でそのためにレーガンが引いて、レーガンが大統領辞めた後もパパブッシュもクリントンも息子のブッシュもオバマもバイデンも全員が守ってきたレーガンの6つの約束を急に破って習近平のケツ舐めて、習近平にゴマをするだけ吸って自分の選挙の応援頼むわなって言うて帰ってきてるのが今回の米中首脳会談です。だからトランプは台湾を売り飛ばしたんです。売り飛ばしたんです。習近平に買うてもらうために自分を。で、アメリカの過去40年間の台湾戦略が完全にトランプが生き残りたいと、アメリカの国内政治の中で生き残りたいというトランプの欲求のために、過去レーガン大統領以降続いてきたこの40年間のアメリカの戦略が完全に潰れてしまったんです。完全にアメリカの台湾政策は白紙に戻ったんです。さっき CNN のコメンテーターがうまいこと言ってたと、レーガン大統領から40年間のアメリカの政府のメッセージというのは、台湾に対しては大統領がどれだけ変わろうと、政権与党がどれだけ変わろうとずっと一貫してて、曖昧とカムやったんですよ。でもトランプは明確にこう言うたんです。I do not care って言うたんです。9600マイルも離れた土地の戦争のことなんか知るか言うたんです。明確に言うたんですよ。9600マイル離れた国の戦争なんか知らんって言うたんです。で、台湾の、世論は今沸き立ってます。で、余計なことまで言うてるんですよ。その前後に。
帰りのエアフォースワンの中でアルジャジーラが伝えてましたけれども、台湾の独立派調子乗んなって言うてるんです。9万6000マイルも離れた国のことなんか知らんがな言うた後、台湾の独立派調子乗んな、習近平と台湾に武器売るかどうか先に相談する、それ3つ揃ってんねんで。9万6000マイルも離れた国の戦争なんか知らん、台湾の独立派調子乗んなよ、で台湾に武器売るかどうかはまず習近平と相談するわってのは揃ってんだよ。これ今までのアメリカのやり方け、台湾政策け、これで、これは日本語の報道もあります。俺が数字が見たけど9万6000マイルだ9500マイルやったら、でここで言うだけは言うてるで、日本のメディアはここだけ取り上げるんですけど、台湾への武器供与を明言せず何も変わらない言うてんねんけども、ここでこう言うてるんですよ。トランプ氏の15日に放映された FOX ニュースのインタビューで、私は誰かが独立することを望んでいるわけではないし、9500マイルも移動して戦争するということを望んでいない。今まで曖昧とかも行くかもね言うてたのに、行かへん言うてんねん。もう完全に行かへんって言うてんねんって。もう遠い国の話やから、うちにとっては面倒事でしかないから行きませんって言うてしもた。しかもエアフォースワンの中に乗ってるアメリカのメディアに対して、You know, I don't want to go very far away. You know, it's tremendously dangerous. 言うてしもてん。つまり台湾防衛をアメリカから遠い面倒事だと言い放ったんです。習近平と台湾に対する武器供与の話をした後に。どう考えてもアメリカのレーガン大統領から続く50年近く続いてきたアメリカの対台湾政策、対中国政策の大転換です。で、そういうのはトランプの勝手です。ぶっちゃけた話ね。そういうのはトランプの勝手。で、アメリカの勝手ですよ。アメリカがそんなしたかったらそんなしたらええやん。もう知らんよ、もう。何が言いたいかというと、なんで日本のメディアはそれを報じひんねん。読売新聞です。読売新聞は産経新聞の方が分かりやすいな。産経新聞です。高市首相、米中首脳会談を受け、トランプ大統領と電話会談、緊密な意思疎通で一致。首相は記者団に大変良い議論ができ、揺るぎない日米同盟を確認することができた。それ垂れ流すだけでええんかい？揺らいどるがな、アメリカが。アメリカ揺らいどるやん。お前が6ヶ月前にやった岡田克也に言われてやった台湾答弁。お前台湾答弁の前提全部崩れとんが。日本のメディアが書かなあかんことは、高市早苗さんの生命線であったはずの台湾答弁の前提が崩れてしもてますよと。アメリカの大統領がこれまでのレーガン大統領の歴代の大統領のように北京になんか台湾とどうするかなんか相談するかと。ほいで、もし台湾有事があったら行くかもしれないって言うてたアメリカの態度を180度変えて、台湾に武器売るときには先に北京と相談します。独立派は黙れ。行かへん。が揃ってしもてんねんで。どないすんねんって話やん。で、俺ぼーっとしとったらあかんすよ、国会議員も。自民党の国会議員も含めて、週明け月曜日火曜日に参議院審議始まんねんから聞かなあかんねん。あんた、岡田克也の質問に対して、米軍が来園する前提で喋ったけど、せえへんって言うてるで、って。トランプ大統領はあんたに電話かけてきたエアフォースワンの中で、記者団に囲まれた時には、9500マイルも離れた国の戦争なんか知るかい言うてしもてるで。せえへん言うとるよってことを聞かないと。で、日本のメディアもそれを書かないと。おそらく、僕は見ていないが、冒頭申し上げた YouTube の古事記ビジネスの皆さんは、トランプ大統領の神業交渉で習近平が子供のようにもてあそばされたみたいなこと言うてますけど、習近平が子供のように見えるのはなぜかというと、習近平はこの半年間ずっとアメリカに対してはしかしてへん。姉ちゃん茶持ってきてくれへんかの。いろいろあろうの。ほいで、今日、なんで来なはったん？はい、すいません。台湾にね、武器売らなあかんの、やっぱ、いっぺんちょっと相談しといた方がええのかな。
まあええようにしたらええやん。そんなな、俺のどうのこうの言う話じゃないしね。お前がしたいようにしたらええよな。はい、終わりました。終わりました。ほんなら、言うときます。台湾の独立、ややこしい話俺にすなよ。お前の好きなようにしたらええがな。そんなお前。なお前。のまあ俺ら別の話あんのちゃうんけ。なんか知らんけど。いや、そうなんです。ティム・クックとかイーロン・マスクが連れてきてるんですよ。会います？まだ会わんでもないけどな。お前がええ言うんやったら会わんでもないけど、会うたるけどやな、お前。じゃあ、わかりました。ほな、ここではよう言わんけど、帰りの飛行機の中で、なんか遠い境知らん言うときますわ。そうか。うん。あった。ほな、また、な。飯でも食うて、いっぱい飲んで。楽しんでって帰って。はい、わかりました。ありがとうございます。ティム・クックもね、喜んどんすよ。クソ弱者です。そうです。仁義なき戦いでご存知な人は、そうです。加藤武の内本ですね。最後にこない言われるんですよ。内本どない言われた？なんじゃあれ、タクシー屋の社長やないの言われるんですよ。多分習近平言うと思います。なんじゃあれ、不動産屋の社長じゃないの。仁義なき戦いの加藤武ですね。で、最後にこの物陰に潜んで加藤武何するか電話かけて、わしが描いた絵はこんな絵と違うんじゃ。トランプ大統領がこの4日間の間に台湾について並べた言葉を並べると、台湾に武器を売るということをまず習近平さんと協議させてもらいます。台湾の独立派は黙れ。9500マイルも離れたとこの戦争なんか知るか。この3つです。それが事実です。それが事実です。その事実に立脚して聞いていただきましょう。共同通信の鶴留です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。総理は先ほどトランプ米大統領と電話会談をされました。トランプ氏が中国訪問を終えた直後のタイミングでの会談となりましたが、トランプ氏からどのような説明を受け、高市総理からどのような話をされたのか伺います。はい、また台湾情勢は話題に上りましたでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、先ほど、トランプ大統領と電話会談を行ったところです。大統領からは訪中直後のタイミングで、エアフォースワンから、電話をいただきました。で、電話会談ではトランプ大統領から、今般の中国訪問について、かなり詳細に、説明をいただき、経済安全保障を含む経済ですとか安全保障など、中国をめぐる諸課題を中心に意見交換を行いました。そしてこれからもインド太平洋地域情勢への対応において緊密に意思疎通を行っていくということで一致しました。またイラン情勢につきましても意見交換をいたしました。で、私からは、事態の沈静化が一刻も早く、実際に図られることが、重要であるといった、日本の基本的な、考え方を改めて、お伝えをしました。これも日米で緊密に意思疎通を続けていくということを、確認いたしました。本日も大変良い議論ができて、トランプ大統領との間で、揺るぎない、日米同盟を確認することが、できました。で、また今後もですね、来月の G7 サミットの機会、に会うことをお互いに楽しみにしようということで、緊密に連携をしてまいります。以上です。自立新潮です。重ねてすみません。米中首脳会談の中で日本に関するやり取りがあったかどうかというと、トランプ氏からお話があったんでしょうか。それからトランプ大統領の報道を巡って、
改めてトランプ氏側から協力要請をします。ちょっと話の詳細については口外しないということを条件に、詳細な話をですね、聞かせていただきました。でイラン情勢についても話をしました。それから日本に、つきましては、大変なお力添えを、いただいたということで深く、感謝を申し上げる内容でございました。これ以上は申し上げられないことをご理解ください。ありがとうございます。じゃあ終わります。クソ弱者です。頭が悪い。バレてしもてる。記者から台湾のことを聞かれるたびに必死になってイラン情勢に話をそらそうとする。この時官邸記者クラブの連中はトランプがエアフォースワンでアメリカのメディアに対して囲みの取材で9500マイルも離れた国の戦争なんか知るかえって言うた話とか、独立派黙れとか言うてしもた話とかって知らずに高市早苗にマイク向けてます。で高市早苗は多分電話でそれをトランプから聞かされてます。だからアホやったら、いや台湾についても深いこと話しましたよ言うてわーってしといたらええのにもかかわらず、台湾のこと聞かれたらアホで根性なくて弱いから、いやイラン情勢も話したんですよって言うと、いやイラン情勢についても話したんですって、台湾についてやばい話聞いてるぐらいやんけ。せやからイラン情勢というイランこと、うまいこと言うんだな今誰か、イランこと言う、イラン情勢というイランこと言うとるんですよ。誰もイランの話は聞いてへんやん。ことさらにイランの話すんねん。ことさらにイラン情勢についても話すんねん。で、台湾についてやばいこと聞かれるから、記者から台湾についてって言われたら、いや、いや、イランについても話してんやけどねって言うとんねん。いや、ほんで台湾は、いや、もうせやから、いや、イランの話もしたんやって。いや、もうちゃんとな、ピシャッともうイランの話してきたで。15分の間で。北京からアメリカに帰るトランプ大統領とイランの話をしました。いや、台湾の話は。いや、それはやな、お前。そやから、イランの話をせんなんから、俺はイランの話をしたんや。どや。いや、それはイランの話もしたかもしらんけども、台湾の話はしたんかって聞いてんねん。それはお前、いろんな話があったけど、イランの話をした、俺は。という記者会見です。記者会見は。言うてないことが雄弁に物語ってるってやつですね。多分結構しょっぱいこと聞かされたんやと思う。電話がかかってきて、トランプから。早苗, you know, I went Beijing and I met with President Xi. I told about Taiwan. It was a big, tremendous, beautiful deal. はい。I'll be curious about Taiwan. I'll be contacted with President Xi before we sell weapons to Taiwan. マジで？はい。出てきて、記者から。台湾の話は、いや、まあね、そらいろんな話だって、イランの話してきたんです。ラーメン伸びちゃったなぐらい言え。ラーメン伸びちゃったなが日本の総理大臣が言わなあかんことやと思うけどね、ほんまはね。その後、総理の仕事も大変だなか。内閣総辞職ビームの後ね。結構やばいと思いますよ。てか、これ外務省今多分冷や汗流してると思う。おそらく、古事記ビジネスをメインとするいわゆる右側のチャンネルというのは、トランプ大統領の神業交渉で習近平はタジタジになっているとか言うてるけど、全然ちゃいますよ。高市早苗の政治生命の危機ですよ。ごまかすんでしょうけどね。日本のメディアはこれに気づいてないんでごまかしきるんでしょうけども、週明けの参議院の審議ではこれ聞かんとダメですよ。だって日本も国策の大転換迫られてんねんから、ぶっちゃけ辺野古必要ないやん。関係あらへん。何のための安保条約なん？何のための集団的自衛権なん？で、これを
ごまかすために高市早苗のこれまでの行動パターンから見ると TikTok と YouTube に高市早苗は素晴らしい、トランプはすごかったという動画が流れるんでしょう。ただ皆さんはたもっちゃんのチャンネルを見て AFP が CBS が FOX がどう報じてるかっていうのを見ました。アメリカの国内で流れているトランプに関する報道と全く違うことが日本では報道されてしまってるんですよ。いやでもね、ほんまに冗談や抜きに我が国の国策も転換を求められてるんですよ。これはもうトランプのせいでこれまで決めてきたもん全部ささらもさらにされてしもてんね。全部和訳者、広島弁やったらささらもさら、大阪弁やったら和訳者になっても和やになってもてる。和やになっても。だからこれネトウヨの皆さんはこれに気づかないというか見ないふりをする。なんか変な理屈をつけてくる。これ偉いことですよ。高市さんまた持病の仮病が悪化しますよ。かわいそうに。かわいそうに。持病の仮病が悪化しますよ。かわいそうに。医療的見地からかわいそうすぎるよ。このままいったら持病の仮病がまた悪化する。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。